健介様はご不在ですか？申し訳ありません。さっきまでいらっしゃったんですけど、昼食の腹ごなしに散歩してくるとふらっと出て行かれて、何かことづてがあればお伝えしますよ。ではこちらを。ささやかではありますが、婚姻の祝いをお渡ししておきますね。確かに受け取りました。祝辞はお会いした時にでもお伝えしましょう。それでは失礼します。よかったらお茶でもいかがですか？お気持ちだけいただいておきます。行っちゃった。あれは。紐を引く力が強すぎるんじゃないですか？ええ、豪快に転がっていきましたね。力任せに引くというよりは、駒を回すことに意識を向けて紐を引いてみてください。いえいえ。知り合いの子なのですか？そうですか。先日健介様が公方様と双葉様の夫となられましたので、祝いの品をお持ちした次第です。この度は心よりお祝いを申し上げます。いえ、それにしてもクオン様の夫になられたと聞いた時も驚きましたが、それに続いて公方様に双葉様と前例のないご内緒まで賜られるとは、あなたは一体どういう人なのでしょうね。ご自身のお考えがあるのですね。お飾りは嫌だと。それは失礼しました。理不尽ですか。
健介様は平和な土地で暮らしていらっしゃったのですね。ゆくゆくは日の本も健介様の暮らしていた土地のように平和な国になるでしょう。だとしても目指す価値のある未来ではありませんか？健介様はそうではないのですか？と言いますと？それは国というよりは集落の長の考えですね。なるほど。健介様は面白い考え方をなさるのですね。大変興味深いお話でした。祝いの言葉もお伝えできましたので、私はこれで。どうぞお気遣いなく。では、失礼します。子供と一緒にあんなに楽しそうにして、不思議な人。わからないというのは怖いわね。